はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、勉強のスケジュールの立て方3か条。この時期、学校や塾がなくなって自分で勉強する時間が増えてきたと思うんですけど、ただどういう風に勉強したらいいかわかんないっていう人が多いと思うんですよ。僕から言わせれば、せっかく自分で勉強する時間が多いのにもったいないなっていう風に思うわけですね。いろんなところでも話してるんですけど、最終的には結局独学が一番効率いいんですね。その独学の時間を取れるのにという感じですね。だから今回はその勉強スケジュールの立て方について解説していきます。僕自身が実践していた内容もありますし、本当に少し意識するだけでだいぶ変わってくるので、ぜひね、日頃から取り組んでもらえたらいいなと思います。まずはポイント1つ目。計画を立てるときは必ずタスクベースで考える。これ後で時間ベースの推奨についてもお話しするんですけど、まずはとにかくタスクベースですね。要は何と何と何をしなきゃいけないっていう風に列挙していくんですよ。よく Twitter などで受験期何時間勉強していましたかという風に聞かれることが多いんですけど、ぶっちゃけですね、僕自身わかんないですね。っていうのも、何時間勉強したかっていうことを意識したことなくて、今日は何やるぞ、これ何やるぞっていう、何できたかなっていう風にそれだけでしか考えてないので、本当に何時間勉強したかって覚えてないんですよ。本当に長時間勉強したことに対してそれ自身には意味はなくて、いかにその勉強時間の効率を上げられて、でその間に何をしたか、そこが重要になってくる。だからこそタスクベースで物事を考えるべきなんですね。そこで必ず僕が作ってたのは To-Do リスト。今日何しなきゃいけないっていうものをリスト化するということですね。その To-Do リストを書くときのポイントはいろいろ本にも書いてるんですが、特に意識するべきこととしては、細分化と優先順位を意識するということですね。その細分化っていうと、例えば英単語300個覚えようというタスクがあった場合に、それを To-Do リストに300個英単語を覚えるっていうふうに落とし込むんではなくて、英単語を100個、英単語を100個、英単語を100個と3等分して細分化して書いてましたね。その理由としては、要は英単語100個だったら比較的早めにそのタスクを消せるじゃないですか。そうするとどんどん進んでる感じがして達成感が得られやすいんですね。あとさらに一個一個が重いと、それに向かうだけの心理的障壁がすごく高くなるので、むしろそうやって英単語100個、100個ぐらいなら頑張ればできるかなっていうので、心理的障壁がぐっと下がるというメリットがあるんですね。じゃあどれぐらい細分化すればいいかというと、その人自身の性格にもよるので一概には言えないんですが、僕はだいたい1時間本気でやれば終わるかなぐらいの細かさで分けてましたね。そして To-Do リストで必ず徹底しなきゃいけないのが優先順位。僕はその To-Do リストのタスクをただ列挙するだけじゃなくて、ちゃんと順番をつけて必ず列挙してましたね。しかもその順番をつけた上で、今日絶対に終わらせなきゃいけない範囲と、あとは今日、余力があれば終わればいいかなぐらいの、そういったタスクにしっかりと分けて、優先順位を決めてました。じゃあどうして優先順位をそんなつけなきゃいけないかというと、脳の同時並行処理による処理能力の低下を防ぐためなんですね。これはどういうことかというと、人間の脳ってあれもしなきゃこれもしなきゃっていう風に複数のタスクを同時に考えてしまうと、片方のタスクをしている時にもう片方のタスクのことが常に頭の片隅にあるので、著しく生産効率が落ちてしまうんですよ。じゃあどうすればいいか。しっかりと優先順位をあらかじめ完璧に決めておく。でそれをしっかりと遵守する。そうすることによって、あれもしなきゃっていうそこの部分は一旦除いて、もう猪突猛進、目の前のタスクをただ淡々とこなしていく。もう先のことは考えないっていう風にできるわけなんですね。こういった工夫をしてしっかりとタスクベースで To-Do リストを作っていくと。それが1つ目のポイントでした。ポイントの2つ目は、習慣化して労力を減らすということですね。人間って一度行動に移しちゃいさえすれば、あとはそれ続けるのって意外と大変じゃないんですよ。むしろ一番大変なのは本当に最初の行動に移すその瞬間だけなんですね。だからそこの行動に起こす瞬間のハードルをなるべく下げるっていうその工夫が必要なんですよ。そこで力を発揮するのが習慣化なんです。例えば僕の例で言うと、自宅勉強法の動画でも話したんですけど、お風呂で勉強するとお得だというふうに話したじゃないですか。で僕の場合、お風呂に入る前に必ず英単語帳を5個覚えて、それをお風呂の中で反芻して覚えてたんですね。
これって初めのうちはお風呂の中入る前に単語をちゃんと頭の中に入れなきゃっていうちょっと意識的に動いてたところもあるんですけど、どんどんやっていくうちに習慣化すると何がすごいかっていうと、もう本当に無意識なんですよ。単語帳を開くのは無意識になる。さらになんなら単語帳を開き忘れた暁にはお風呂の中で、この時間何をすればいいんだ、単語を覚えられるのにっていう、むしろ禁断症状が出てくるんですね。もう禁断症状が出るぐらいそわそわし始めたらもう勝ちなんですよ。要は勉強を始める時の心理的障壁っていうものをガクッと下げるだけじゃなくて、勉強をやらないっていうことに対する心理的障壁が作れてしまうんですね。他には例えば寝る直前に暗記系の勉強を例えば10分でいいのでやって、で起きた後にそれを再確認すると、復習するっていうこともすごくね習慣化としてはいいんじゃないでしょうか。そして、さっきですね、タスクベースで物事の計画を立てようというふうに話したんですけど、このね習慣化っていうことに関して言えば時間ベースでもいいのではないかというふうに思います。例えば午前中は必ず2時間勉強しようというふうに決めて、そこで机に向かってしまえば、あとはその間にいろいろ作業できるわけじゃないですか。でその時に、ちゃんと目標を立てていれば、もう時間ベースでの習慣化なんだけども、その中でちゃんとタスクベースで物事が動いているんで、それで構わないということなんですね。でちょっと手前味噌になってしまうんですけど、そういう2時間勉強しようっていう時にスターディのね作業用動画あるので、ぜひ使ってもらえたらいいなと思います。その手前味噌になってしまうのは、ぶっちゃけですね、僕自身がやっててこういうの欲しいなっていうものをそのまま形にしたので、手前味噌的になってしまうのがねもうしょうがないと思うので、ぜひ使ってくださいということです。ということでポイント2つ目は習慣化して労力を減らす、要はその心理的障壁をガクッと下げるということですね。それでは最後の3つ目のポイント、それは逆算して勉強すべしということですね。僕は本の中で、自分が書いた本の中で逆算勉強法というふうに名付けてるんですけど、とにかく全ての勉強に対して目的意識をしっかりと持つということが効率的な勉強という上ではすごく重要だというふうに考えています。例えばなんですけど、入試の英語の勉強をするときに、大学入試たくさん点数取りたいな、よし単語って大事だから単語の勉強しようって思って英検1級の単語集を持ってきてもめちゃくちゃ効率悪いじゃないですか。だって英検1級の単語なんて基本的に入試は出ないので、だったら大学入試の英単語帳を勉強するべきというわけで、結局ですね、ちゃんと目的があった上でそれに合った勉強をしていくということがすごく重要になってくるわけです。これは単語集のレベルでは、いやそんなの当たり前でしょって思うかもしれないんですけど、意外とですね、数学とか他の科目にどんどんなっていくとそういうミスしがちなんですよ。いろんな人がいろんな参考書とか他の人がやってるのを見て、この参考書やった方がいいのかな、あの参考書やった方がいいのかなといろいろ手を広げがちになってしまうかもしれないんですけど、それは結局その自分の大学に必要なレベルで、かつその大学の特徴ですね、独特な問題を出すところも結構あったりするので、しっかりとそこに合わせた勉強をしていくということが重要なんですよ。結局他の人って同じ大学入試の勉強をしてるわけだから、大学入試の勉強でほぼ一緒だから、じゃあちょっと手出してみるかって思いがちなんですけど、結構ねその問題集によって全然違ったりするわけじゃないですか。その目指してるとことか目的とかですね、問題の難易度もそうですし、癖とかも全然違ったりして、ちゃんと本当にそれ一人一人に合った参考書っていうものがあるはずなんですね。なのでしっかりと自分のレベルとかも見て、でゴールも見て逆算して、こういう能力が必要だからこの参考書を使うべきだよねっていうことをしっかりと意識する。これがないと結局ですね、無駄な努力をするっていう恐れがすごくあるんですよ。じゃあどの参考書やればいいの？そんなね自分に合った参考書なんて分かんないよって思う方もたくさんいると思うんですけど、それはですね、もう人に聞くのが一番いいですね。例えば学校の先生とか予備校のチューターとか、あとはもう先輩方とか、あともう赤本とか開けばおすすめの勉強法とかネットにも転がってるじゃないですか。いろんなところでそういった情報は収集できるわけですよ。その情報収集、最初ちょっと情報収集するだけで、その後の、問題集1冊するのに1週間2週間とかかかってくるとしたら、その 1,2 週間の勉強効率っていうものが最初のちょっとした情報収集の時間でどんどん効率が上がっていくのであれば、それをするべきだというわけですね。結局ですね、そう自分で物事を考えてこう模索するんだったら、まずは人から聞いてアドバイスをもらって、その中でちょっとずつ自分色っていうものを出していくというのが一番効率いい方法なので、その勉強法、選ぶ参考書についても同様に考えてみてはどうでしょうか。
ということで、勉強のスケジュールを立てる時の3か条、大きな3つの柱。その1つ目はタスクベースで計画を立てる。で、2つ目が習慣化して労力を減らす。で、3つ目の柱が逆算して計画を立てると。その3つをしっかりと意識する。で、その中に細々とたくさん意識するポイントはあったんですけど、まずはその3つをしっかりと意識していくっていうことが大事なわけですね。ただその3つ、結局ですね、最終的にはとにかく勉強をしましょうと。もうですね、ダラダラしてる時間があったら、勉強したらもう本当に勉強できるだけで上位1割に食い込めるんですよ。もうだからね、いろいろ話してきたんですけど、もういかに勉強できるか、その精神力を持つか、それだけで上位1割に食い込める。もう上位1割に食い込めるんだっていう意識を持てば、なんかたった勉強するだけで1割に食い込めるんだったらやってみようかなって気になってきませんかね。なってきてほしいんですけど。ということで、勉強ちょっとでもする気になった方はチャンネル登録してくださいね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。